紙一気ままな独り言。根性が最後の御霊が多いとお聞きし、疎遠になった人のことがなかなか頭から離れません。私の断り方が悪いのか、押し切られるパターンが多く、その後真逆の事実認識で責められるを3人繰り返しました。認識が違うので話し合いにはなりません。事実認識が真逆なので溝が埋まりません。3人目の彼女は自身を竜神系と能力者に言われたと言ったときに、素でそれは想像例だねと言ってから何か変わった気がします。私は宗教は重要だと思ってますが、それについて話はしたくありません。揉めるからですが、ここからが微妙に、火付神事は紙人さんではないよ。紙人さんは大火付神事の方だよと言ったら、あなたはすぐに言い返すと言われ、もう怖くて喋れなくなりました。3人ともに私が知ってる事実が互いに違うことで揉めたのですが、今は疎遠です。こういうご縁は自分では私は事実と思っているけれど、相手の思っている事実に合わせていくべきだったのかと何度も考えたのですが、お互い次のステージに向かったんだ。お付き合いありがとう。私を映してくれてありがとうとお別れでいいのか、もっと考えるべきなのか、苦しくなります。日々の紙人さんからのテーマは、いかに多存在と和をなすかをテーマを変えて導いてくださっているのではないかと私は感じてますが、その度にもっと違う彼女たちとの解決があるのかなと悩みます。事実認識が違いすぎるご縁はどのように捉えたらよろしいのでしょうか。はい。まず、大火付神事というふうにね、書いておりますけども、火月の後に地球の地が入ります。それで大火付神事が正しいです。この間違いをする方が非常に多いので申し上げております。私はですね、自分と考え方が違う場合は違うということを私は申し上げます。それは前提にそれぞれ違って良い。いや、そもそも初めからそれぞれ違うのだという認識で、お話をします。ですから、一方的なものというふうな付き合いは、一方が我慢し続けている、という状態であることも考えられますので、私はこう思うけどあなたはどう思いますかという意見交換が望ましいかと思います。そこにおいて、優劣とかですね、真偽という部分をすぐに決めようとせずですね、私はこう思うよ、あなたはそう思うんだねってね、お互い気まずくならないような意見交換という部分で、徐々に変化がそれぞれあればそれでいいのかなと思います。思想という部分においてもね、例えば食べ物の好みとか服装の好みとか、聴く音楽の好みとかみんな違うわけですから、それに対して優劣とか、上下を、つけたりするとやはりどちらかが不快な思いをすることになりますので、それぞれの好みの違いということで、いいかと思います。ですからその部分を、前提としたお付き合いが望ましいのではないかなと思いますね。自分の意見を言ったならば、相手がね、腹を立てるということになるならば、付き合っている以上自分が本音を言うことができない関係性というのはね、
それは本当の喜びにはならないのではないかなと思います。それはやはり、どのような、関係性にある人かにもよりますね。例えば家族なのか、友達、うん、ね、お付き合いしているのであるならば、将来例えば深い関係になる、ね、結婚するとか、そういったことを想定するならば、お互い言いたいことを言える関係であるっていうのは前提になるのではないかなと思うんですね。うん。まあ、上上司部下という関係でもね、完全なるイエスマンに徹する部下もいれば、ね、何でも言う部下もいれば、それはどのような上司なのかにもよると思うんですよね。上司がね、完全なるイエスマンしかもう受け入れない、ね、または、うん、仕事を与えないということになればね、そういった人だけになるのでしょうし、何でもね、フランクに話せる立ち位置であるならば、そういう関係性になるのでしょうし、やはりどのような、関係を望むのかということになるのかなと思いますけれども、いずれにしても人との、お付き合いという部分はですね、価値観があまり近いすぎると、やはりどちらかがストレスを感じて、自然とね、疎遠となっていくことが、多く見受けられます。いずれも、分相応の学びに応じた、変化だと思っております。うん、私の指導例が過去に言った教えでですね、感銘を受けたのは、出会いと別れに対してね、それは季節が変わっただけですよ。ね、夏から秋になっただけの話ですから、ね、その悲しむようなことではない。うん、変わる時が来たから変わっているだけに過ぎないのですよ。私はこの言葉にね、すごく癒され、また多くを学ばさせられた思いであります。それではまた、紙人講演会ライブ YouTube チャンネルにてお会いしましょう。出会いに感謝。ありがとうございます。皆々、嬉しい嬉しい。楽しい楽しい。変わる変わる。ありがたい。ありがたい。紙人。はい。